はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は OBS の録画設定で PS5 を 1080p、1440p、4K60fps の高画質で撮影する方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。また、コメント欄でも質問を受け付けているので、それぞれ活用しながらチェックしてみてください。それではまず最初に OBS で録画設定を行う前に必要な準備や確認事項をチェックしていきますが、OBS スタジオのインストール、キャプチャーボードの準備、使用している PC スペックの確認、これら3つのことについて確認してもらう必要があります。まず最初に OBS スタジオのインストールについてですが、今回は OBS スタジオで録画設定を行っていくので、まだ PC に OBS スタジオをインストールしていない人はインストールしてもらう必要があります。ちなみに使用しているキャプチャーボードによっては付属でキャプチャーソフトがついてくることがありますが、個人的には付属のキャプチャーソフトはできることの幅が少ないので OBS スタジオを使用することを推奨しています。まだ OBS スタジオを PC にインストールしていないのであれば、説明欄にインストール方法を解説した動画リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。次にキャプチャーボードの準備についてですが、 PS5 の映像を OBS に移すにはキャプチャーボードという機材を使用して映像を移していくのですが、準備することはできていますでしょうか？一応 PS5 のリモートプレイ機能を活用することでキャプチャーボードを使用しなくても OBS に映像を移して録画することができますが、遅延などがあったりするので個人的にはキャプチャーボードを使用することを推奨しています。ちなみにキャプチャーボードについて調べてみると、たくさんの会社から様々な機種が販売されているので、どれを購入したらいいのかわからない人もいるのではないでしょうか。また PS5 は 4K60fps の映像を出力できる性能があるので、高解像度の映像を OBS へ録画したいのであれば、それに対応したキャプチャーボードを準備する必要があります。ただ機種によって様々な特徴があるので、自分に合うキャプチャーボードを探すのが非常に難しくなっているんですよね。なのでキャプチャーボードについてよくわからない人のために25種類以上の外付けキャプチャーボードを使用した実際の経験から PS5 におすすめなキャプチャーボードランキングトップ5を紹介した動画を作成しています。説明欄に動画リンクを記載しておくので、どのキャプチャーボードを準備したらいいのかわからない人はチェックしてみてください。最後に使用している PC のスペック確認ということですが、 OBS で高画質で録画するにはある程度の PC スペックが必要になるので、使用している PC のスペックによっては 1080p、60fps の解像度で録画できない場合もあります。特に重要なスペックとしては CPU、GPU、メモリの3つになってくるのですが、 OBS で 1080p、60fps で録画するために必要な PC スペックの目安を言っておくと、 CPU は6コア6スレッド以上のもの、GPU は使用するキャプチャーボードの動作環境以上のもの、メモリは 8GB 以上、できれば 16GB が推奨というようになっているので、これ以上の PC スペックがないと 1080p、60fps の解像度で録画することは難しいですね。また、これ以上の解像度で録画したいのであれば、より一層高スペックな PC が必要になってきます。ちなみに自分が使用している PC のスペック情報を言っておきますと、このようになっているので参考にしてみてください。それではまず最初に OBS に PS5 のゲーム画面を表示させることができていない人もいるかもしれないので、 OBS にゲーム画面を映す設定を行います。すでに表示させることができている場合は、動画目次の OBS での録画設定方法から作業を行ってください。ちなみに今回は L 型の HD60X というキャプチャーボードを使用してゲーム画面を映す方法を解説していこうと思います。このキャプチャーボードは 4K60fps の映像をパススルー出力することができ、 4K30fps もしくは 1440p、60fps の映像を映すことができるので PS5 用のキャプチャーボードとしてお勧めしている製品になっています。レビュー動画も作成しているので、気になる人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。ちなみにこれ以外のキャプチャーボードを使用している人に注意点を言っておきたいと思いますが、使用しているキャプチャーボードによって OBS での設定方法が若干異なっています。なので HD60X 以外のキャプチャーボードを使用している場合、同じ設定方法を行っても映像が映らなかったり音声が聞こえない場合があるので注意してください。ちなみに自分は25種類以上の外付けキャプチャーボードを使用した経験があり、各機材ごとに OBS にゲーム映像を映すまでの使い方を解説した動画も作成しています。説明欄にあるキャプチャーボードの再生リストから自分が使用しているキャプチャーボードの使い方を確認し、 OBS にゲーム映像を映してみてください。
ちなみに OBS にゲーム映像を映すまでの手順を大まかに解説しておくと、HDCP を解除する、HD60X を各機器に接続する、OBS スタジオにゲーム画面を映すという手順で解説していきますが、一部説明が長くなりそうなところは別の動画で確認してもらうようにしているのでチェックしてみてください。まずは HDCP というコピーガードを解除していきます。これを行わないとゲーム画面が映りませんし、一瞬だけゲーム音が聞こえたり聞こえなかったりすることを繰り返す症状が出てしまうので注意してください。この設定は非常に有名なので、すでに解除設定をやっている人もいるかもしれませんが、まだ HDCP を解除していないという人は、説明欄の動画リンクから解除方法を確認してみてください。次に HD60X を各機器に接続していきます。特に決まった順番はありませんが、まずは PS5 からの HDMI を HD60X のイン側に接続してください。次はアウト側に付属の HDMI ケーブルを接続し、もう片方はゲーム画面を映したいモニターに接続します。次に付属で USB ケーブルがあるので Type-C の方を HD60X に接続し、反対側の Type-A の方を PC に接続すれば接続完了です。ただ注意点として PC に接続するときに USB2.0 の端子に接続してしまうと動作しない場合があるので、必ず USB3.0 以上の端子に接続するようにしてください。USB2.0 と 3.0 の見分け方がわからないという人は、説明欄に見分け方を解説した動画リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。次に OBS にゲーム画面を映す方法を解説していきます。ちなみに自分は Windows を使用しているので、Windows 版の OBS の画面で解説していきます。まずはゲーム画面を表示させたいシーンを選択し、ソースの欄のプラスをクリックして映像キャプチャーデバイスをクリックしてください。するとソースを作成選択という画面が表示されますが、分かりやすい名前を付けたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。するとプロパティが表示されるので、デバイスをゲームキャプチャー HD60X に設定してください。次に解像度 FPS タイプをカスタムに設定してください。次に解像度は 1920×1080 に設定するか、 PS5 の出力解像度を 2160p の 4K にしているのであれば 3840×2160 か 2560×1440 を選択することもできます。ただ HD60X の場合は 3840×2160 に設定すると 30fps になってしまうので注意してください。あと FPS は出力 FPS に合わせるに設定するようにしてください。次に音声出力モードが音声のみをキャプチャーであることを確認できたら OK をクリックしてください。すると OBS に PS5 の画面が映ります。ちなみに 1920×1080 以上の解像度に設定した場合は OBS の画面よりも大きく表示されてしまうので、画面内の赤い四角をドラッグして画面ぴったりになるようにサイズ調整を行うようにしてください。他にもまだ必要な設定があるので解説していきますが、ソースの欄のプラスをクリックして音声入力キャプチャーをクリックしてください。するとソースを作成選択という画面が表示されるので、分かりやすい名前を付けたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されるので、デバイスにゲームキャプチャー HD60X を選択し、デバイスのタイムスタンプを使用のチェックが外れていることを確認したら OK をクリックしてください。次に音声の設定を行っていきますが、音声ミキサーの項目にある映像キャプチャーデバイスのスピーカーマークをクリックして×印がついたミュートの状態にしてください。この状態で録画を行えば正常にゲーム音が入るようになっています。ただ現在の状況としては PC に接続したヘッドホンからはゲーム音が聞こえない設定になっています。遅延のないゲーム音だけを聞きたい人は HD60X の場合はこちらのチャットリンクプロという製品を使用することで遅延のないゲーム音を聞くことが可能です。もしくはパススルー出力しているモニターにヘッドホンを接続すると遅延のないゲーム音を聞くことができるので、そのようにして対処してください。ただ OBS で設定した BGM を聞きたかったり、 Discord などの通話ソフトの音声を聞くなどゲーム音以外の PC の音声を聞きながら録画をしたい人もいると思います。そのような場合は PC にヘッドホンを接続する必要があるので、そのようなことを行いたい人は今から解説する設定を行うようにしてください。まずは OBS の画面右下にある設定をクリックしてください。次に画面左の項目にある音声をクリックし、グローバル音声デバイスの欄にあるデスクトップ音声を規定にしてください。これで Discord などの PC から出る音声がデスクトップ音声として入力されるようになります。
設定できたら OK をクリックしましょう。次に音声ミキサーの項目にある歯車マークをどれでもいいのでクリックし、オーディオの詳細プロパティをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、音声入力キャプチャーの音声モニタリングをモニターのみ出力はミュートにしてください。こうすることでヘッドホンからゲーム音が聞こえるようになりますし、デスクトップ音声にゲーム音が出力されなくなるので、ゲーム音が二重になることを防ぐことができます。ここまで設定できたら閉じるをクリックして画面を閉じましょう。もしもこれでゲーム音が聞こえない場合は PC 側のサウンド設定がおかしい可能性があります。Windows 10でのやり方になりますが、デスクトップ画面の右下にあるスピーカーマークの上で右クリックしてサウンドをクリックします。するとこのような画面が表示されますが、再生タブをクリックしてください。次に実際に使用しているヘッドホンをクリックして選択し、規定値に設定をクリックしてください。実際に使用しているヘッドホンにチェックマークがついたことを確認できたら OK をクリックしましょう。あとは OBS を一度閉じ、もう一度再起動してみるとゲーム音がヘッドホンから聞こえてくるので確認してみてください。ちなみにこの後に録画設定を行ったら、実際に録画した動画を確認しながらゲーム音の確認を行っていきますが、ゲーム音の音量調整方法を先に言っておくと、このようにゲーム内の設定で音量調整を行うか、HD60X の場合は音声ミキサーの項目にある音声入力キャプチャーの音量調整バーを動かして音量調整を行います。音声入力キャプチャーを使用しないキャプチャーボードを使用している場合は、映像キャプチャーデバイスの音量調整バーを動かして音量調整を行ってください。ちなみに OBS に映したゲーム画面の画質をさらに上げる方法を解説した動画も作成しています。低スペックの PC でも簡単に行える方法となっているので、より一層綺麗な画質で録画をしたいという人は説明欄から動画をチェックしてみてください。ここから OBS での録画設定方法を解説していきますが、出力の設定、音声の設定、映像の設定という3つの設定項目を今から設定していきます。ちなみにこちらの YouTube ヘルプに記載されている情報をもとに設定方法を解説していくので、説明欄に記載しているリンクからこのページを開いて確認してみてください。また初心者の人からすると専門用語もたくさん出てくるので大変かと思いますが、分かりやすいように解説していくので一つ一つ確認していきましょう。それではまず最初に出力の設定を行います。 OBS の画面右下にある設定をクリックしてください。次に画面左の欄にある出力の項目をクリックし、出力モードを詳細に変更します。するとこのような画面に切り替わるので、録画タブをクリックしてください。次に上から順番に解説していきますが、まずは種別が標準であることを確認してください。次に録画ファイルのパスという項目で録画した動画の保存先を決められるようになっています。実際に参照をクリックすると、このように PC 内のどこのフォルダに録画した動画を保存するのか決めることができるので、管理がしやすい場所を選択できたらフォルダの選択をクリックしてください。すると選択したフォルダの場所が表示されます。ちなみにその下にあるスペースなしのファイル名を生成のチェックは外したままにしておいてください。次に録画フォーマットを MP4 に変更します。次に音声トラックの位置にチェックマークがついていることを確認したら、上にある音声タブをクリックしてください。次にこのような画面が表示されるので、トラック1の音声ビットレートを128に設定してください。できたら録画タブをクリックして元の画面に戻りましょう。次にエンコーダの項目についてですが、ここはひとまず X264 に設定してください。この X264 というエンコーダは CPU を使用して録画の処理を行う設定となっており、高スペックな CPU を使用しているのであれば高画質で録画できるのでおすすめです。ちなみに NVIDIA の GPU が搭載された PC を使用している場合は NVIDIA NVENCE H264 という GPU を使用して録画の処理を行う設定ができるようになっています。もしも RTX2000 番台以上の GPU を使用しているのであれば X264 よりも高画質で録画できるようになっているので非常におすすめです。ただ RTX2000 番台以上の GPU は PC ゲームをやる人におすすめな PC に搭載されていることが多く、そのような PC を使用していない人も多いので、今回は X264 に設定して解説していきます。一応動画目次の CPU 使用率が 70% を超えてしまった時の対処法というところで NVIDIA NVENCE H264 での設定方法を解説しているので、気になる人はそちらをチェックしてみてください。
それでは設定を続けていきますが、出力をリスケールするのチェックが外れていることと、カスタムマルチプレクサーの設定が空欄になっていることを確認してください。次にレート制御の項目を CBR に設定してください。これを設定することで安定したビットレートにすることができるので、録画した動画がカクつきにくくなるなど映像が安定しやすくなります。他にも色々と選択することができますが、様々なところから情報を調べてみたり、実際に設定して録画してみましたが、映像がおかしくなることがあったので、ここは CBR 一択でいきましょう。次にビットレートの設定を行いますが、YouTube ヘルプのアップロードする動画におすすめのエンコード設定のページを確認してみると、各解像度、フレームレートごとの推奨ビットレートが記載されています。実際に使用している PC のスペックだったり、どれくらいの画質で録画したいのかというので設定方法が異なってきますが、基本的に映像キャプチャーデバイスで指定した解像度とフレームレートでビットレートを設定するのがおすすめです。今回は HD60X というキャプチャーボードを使用していますが、解像度は 2560×1440、FPS は出力 FPS に合わせるに設定したので 1440p、60fps に設定するのがおすすめということになります。なので 1440p、60fps の項目を確認すると、ビットレート上限は 24Mbps、kbps に直すと 24000kbps まで設定できるというのは分かりますか？なのでビットレートの欄には 24000kbps と設定してください。あとその下にある特定バッファサイズを使用のチェックが外れていることも確認しましょう。ちなみに映像キャプチャーデバイスの設定で 1080p、60fps にしている場合は 12000kbps、4K60fps を設定している場合は 68000kbps に設定してください。このビットレートの設定はテスト録画を行った時の結果によって後から調整する可能性があるので覚えておきましょう。続いて設定を続けていきますが、キーフレーム間隔については2秒で設定します。次に CPU 仕様のプリセットについてですが、ここはひとまずファスターで設定してください。ちなみに低スペック PC を使用していてうまく録画を行うことができなかった場合は、この CPU 仕様のプリセットの項目を後から調整する可能性があるので覚えておいてください。次にここは一気に行きますが、プロファイルはハイ、チューンはなし、X264 オプションは空欄、この設定で OK です。すべて設定できたら適用をクリックしましょう。次に音声の設定を行います。設定画面の左側にある音声の項目をクリックするとこのような画面が表示されますが、一般の欄にあるサンプリングレートを 44.1kHz に変更し、チャンネルをステレオに設定してください。次に Discord の通話音声といった PC からの音声も収録したい場合は、グローバル音声デバイスの欄にあるデスクトップ音声が規定になっていることを確認してください。デスクトップ音声2に関しては無効のままで大丈夫です。ここまで設定することができたら音声の項目は設定完了ですが、サンプリングレートを変更したことでこれらの設定を有効にするためにはプログラムの再起動が必要ですという注意文が表示されています。なのでここはひとまず OK を選択して設定画面を閉じてください。すると今すぐ再起動しますかという画面が表示されるので、はいを選択して再起動しましょう。OBS を再起動できたら他に設定する項目があるので、同じように設定をクリックして設定画面を表示させてください。次に映像の設定を行います。設定画面の左側にある映像の項目をクリックするとこのような画面が表示されますが、基本キャンバス解像度を 1920×1080 に設定してください。ちなみにこの基本キャンバス解像度というのは OBS の画面の大きさをどれくらいのサイズにするのかという設定になります。基本的に OBS に表示している映像の大きさに合わせて設定するのですが、 PS5 はどの解像度も16対9のアスペクト比となっていますし、基本キャンバス解像度があまりにも大きすぎると設定しにくいので 1920×1080 に設定することをお勧めしています。次に出力スケーリング解像度についてですが、この設定は録画する動画の解像度となる設定になります。基本的に映像キャプチャーデバイスで設定した解像度を入力するのですが、今回は 2560×1440 に設定したので、数字の部分をクリックして解像度を手動入力してください。次に縮小フィルターを設定しますが、ランジョス先鋭化スケーリング36のサンプルに設定してください。次に FPS の設定ですが、FPS 共通値を選択して60と設定します。
ここまで設定できたら OK をクリックしましょう。ここまで来たらひとまず録画設定は完了です。ちなみにこれまで設定画面で設定してきた内容はプロファイルを変更すると設定内容も変化します。プロファイルはそれぞれに名前を付けることができ、複数作成することができるので、今回の PS5 用の録画設定はもちろん、生配信する時の設定や PC ゲーム用の設定など使い分けることが可能なので、状況に合わせて使い分けてみてください。あと実際に録画するときはマイクを使用して自分の声を入れたい人もいるのではないでしょうか。ここでマイク設定方法を解説してしまうとものすごく長くなってしまうので、説明欄にマイク設定方法を解説した動画リンクを記載しておきます。マイク設定方法がわからない人はチェックしてみてください。録画設定が終わったら実際にテスト録画をして映像や音声を確認していきますが、その前に2つほど準備してもらうものがあります。まず1つ目はテスト録画中の CPU 使用率を確認するためにタスクマネージャーを表示させてください。Windows 10の場合はコントロールプラスシフトプラスエスケープの3つのキーを同時押しするとタスクマネージャーを起動させることができます。もしくは画面下の黒いタスクバーを右クリックすることでもタスクマネージャーを選択することが可能なので、実際に起動させてみてください。タスクマネージャーを表示させることができたら、プロセスのタブをクリックすることで CPU 使用率を確認することができます。この CPU 使用率が 70% を超えてしまうと録画した映像がカクついてしまったり音声がおかしくなってしまうことがあるので、テスト録画を実際に行っている時に CPU 使用率が 70% 以上にならないように確認してください。次に2つ目に準備するものとしては、録画した動画の保存先を開いておいてください。テスト録画を行った後は録画した動画を確認してカクつきがないか、音声の異常はないか、ゲーム音量やマイク音量は大丈夫なのか確認していくので、先に保存先を開いておくのがおすすめです。やり方としては OBS の画面左上にあるファイルをクリックして録画を表示をクリックすると保存先を開くことができるので準備しておいてください。ここからはテスト録画のやり方を解説していきます。まずは OBS の画面右下にある録画開始をクリックしてください。録画が始まったらまず最初に CPU 使用率の確認を行います。基本的に何も動かさないで映像が動かないと CPU 使用率は低くなり、ゲームのキャラクターを操作して画面を動かすと CPU 使用率が高まるので、実際にキャラを動かしながら CPU 使用率が 70% を超えないかチェックしてみてください。もしも 70% を超えてしまうと録画した動画がカクついてしまったり音声がおかしくなってしまうので注意しましょう。ちなみによくある質問として、画面を動かした時に一瞬だけ CPU 使用率が 70% を超える時があるけどそれは大丈夫なのかという質問が来るのですが、一瞬だけならば映像がカクついたり音声がおかしくなるという確率は低いですね。ただ状況によっては映像や音声に異常が出る場合もあるので、できるだけ CPU 使用率は 70% 以下に収まるように設定するのがおすすめです。もしも CPU 使用率が 70% を超えていないのであれば問題ないので、このままテスト録画を続行してゲーム映像の録画を行ってみてください。ちなみにマイクを使用しているのであれば実際に声を出してマイク音声も収録し、いい感じに録画することができたら録画終了をクリックしましょう。そして録画した動画を確認しながらゲーム音量の調整を行ったり、マイク音声も入れている場合はマイクの音量調整も行うようにしてください。ちなみに各ゲーム機で YouTube 生配信する時の OBS 設定方法や BGM や画像を OBS に追加する方法といった OBS の使い方をまとめた再生リストを作成しています。 OBS 関連で気になることがある場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。ここからは CPU 使用率が 70% を超えてしまった時の対処法を解説していきますが、 CPU 仕様のプリセットをベリーファーストやスーパーファーストにする、ビットレートを下げながら出力スケーリング解像度を段階的に下げる、エンコーダを NVIDIA NVENCE H264 に設定するという3つの方法があります。ひとまず設定を変更していくので録画終了をクリックし設定をクリックしてください。ちなみに OBS の録画終了をクリックしてから設定を変更しないと設定が反映されないので注意しましょう。次に設定画面の出力の項目をクリックし録画タブであることを確認しますが、まず最初に設定を変更するなら CPU 仕様のプリセットを変更します。この設定は画質に関わる設定になりますが、この設定をベリーファーストやスーパーファーストというように上の設定にするほど CPU 使用率を大きく減らすことができます。
ちなみに一番上にあるウルトラファーストに設定すると CPU 使用率は大きく減らせますが、自分が検証してみた限りではブロックノイズが発生してしまったので映像が非常に見にくくなってしまいます。スーパーファーストまでならばブロックノイズが発生しなかったことを確認していますし、スーパーファーストからファーストの間ならば設定変更してもそんなに画質に影響がないので、まずはベリーファーストに変更してもう一度テスト録画を行いましょう。それでも CPU 使用率が 70% を超えるのであればスーパーファーストに変更して再確認ということをやってみてください。これでも CPU 使用率が 70% を超えてしまうのなら、次はビットレートを下げながら出力スケーリング解像度を段階的に下げていきます。例えば 4K60fps で録画を行いたくて 68000kbps に設定していたならば、ビットレートを 1000kbps ずつ徐々に下げていき、その都度テスト録画を行って CPU 使用率を確認してみてください。もしもビットレートが 45000kbps より下がってしまう場合は 4K60fps で録画することは諦めて 4K30fps に変更していきます。設定画面の左にある映像の項目をクリックし FPS 強通値を30に変更してください。あとは同じようにテスト録画を行いつつ CPU 使用率が 70% 以下になるまでビットレートの調整を行いましょう。もしも 4K30fps では録画はやりたくなかったり、ビットレートが 24000kbps より下がってしまう場合は 1440p60fps に変更していきます。設定画面の左にある映像の項目をクリックし出力スケーリング解像度を 2560×1440 に変更してください。あと FPS 強通値を60に変更してください。あとは同じようにテスト録画を行いつつ CPU 使用率が 70% 以下になるまでビットレートの調整を行いましょう。もしもビットレートが 16000kbps より下がってしまう場合は 1440p60fps で録画することは諦めて 1440p30fps に変更していきます。設定画面の左にある映像の項目をクリックし FPS 強通値を30に変更してください。あとは同じようにテスト録画を行いつつ CPU 使用率が 70% 以下になるまでビットレートの調整を行いましょう。もしも 1440p30fps で録画やりたくなかったり、ビットレートが 12000kbps より下がってしまう場合は 1080p60fps に変更していきます。設定画面の左にある映像の項目をクリックし出力スケーリング解像度を 1920×1080 に変更してください。あと FPS 強通値を60に変更しましょう。あとは同じようにテスト録画を行いつつ CPU 使用率が 70% 以下になるまでビットレートの調整を行いましょう。もしもビットレートが 8000kbps より下がってしまう場合は 1080p60fps で録画することを諦めて 1080p30fps に変更していきます。設定画面の左にある映像の項目をクリックし FPS 強通値を30に変更してください。あとは同じようにテスト録画を行いつつ CPU 使用率が 70% 以下になるまでビットレートの調整を行いましょう。もしも 1080p30fps で録画をやりたくなかったり、ビットレートが 7500kbps より下がってしまう場合は 720p60fps に変更していきます。設定画面の左にある映像の項目をクリックし出力スケーリング解像度を 1280×720 に設定してください。そして FPS 強通値を60に変更しましょう。あとは同じようにテスト録画を行いつつ CPU 使用率が 70% 以下になるまでビットレートの調整を行ってください。こんな感じでビットレートの表を確認しつつビットレートを下げながら出力スケーリング解像度を段階的に下げていき CPU 使用率が 70% 以下になるように調整していってください。ちなみに 480p まで下がってしまうと画質がかなり悪くなってしまうので個人的にはあまりお勧めしていません。このように録画解像度がかなり下がってしまったり、どれだけ下げても CPU 使用率が 70% 以下にならないのであれば、最後の方法としてエンコーダを NVIDIA NVENCE H264 に設定するという方法があります。この NVIDIA NVENCE H264 というエンコーダに設定すると GPU で録画の処理を行うようになるので、高性能な GPU を使用している場合は PC にあまり負荷がかからずに高画質で録画することが可能です。
ただ GPU が搭載されていない PC を使用していたり AMD Radeon を使用していたりすると選択することができませんし NVIDIA の GPU が搭載されていたとしても GTX1000 番台以下の GPU だった場合は X264 と比べた時に画質が悪くなるので注意が必要です。RTX2000 番台以上ならば X264 よりも高画質に録画できる特徴があるので非常におすすめなのですがPC ゲームをやる人におすすめな PC に搭載されていることが多くそのような PC を使用していない人も多いので今回は X264 に設定して解説してきました。もしも RTX2000 番台以上の GPU を使用しているのであればこれから解説する設定方法をやってみてください。ちなみに GPU に AMD Radeon を使用している場合は違うエンコーダが表示されていると思いますが自分はそれが搭載された PC を使用したことがないですしその場合の設定方法もよくわからないので自力で設定するようにしてください。それでは RTX2000 番台以上の GPU を使用している人向けに設定方法を解説しますがエンコーダを NVIDIA Elevance H264 に設定したらその下の設定項目が変化します。設定項目が多いので一気に設定方法を解説していきますが出力をリスケールするはチェックなしカスタムマルチプレクサーの設定は空欄レート制御は CBR ビットレートは X264 で設定した時の初期の値キーフレーム間隔は2秒プリセットはクオリティプロファイルはハイロックアヘッドはチェックなし心理視覚チューニングはチェック入れっぱなし GPU は0最大 B フレームは2というようにひとまず同じような設定をしてみてください。設定することができたら実際にテスト録画を行えますが GPU で録画の処理を行う場合は GPU 使用率が 70% を超えないことを確認する必要があります。また GPU を使用して録画の処理を行っても CPU 使用率が 70% を超えてしまうと映像や音声に異常が出てしまうので CPU、GPU の両方の使用率が 70% を超えないことを確認してください。もしもこの設定で録画中の CPU 使用率が 70% を超えている場合は完全に CPU の性能不足になるので自分で CPU を交換できるのなら高性能なものに変更したりよくわからないなら PC ごとより高性能なものに買い替えましょう。 GPU 使用率だけ 70% を超えてしまっているのであれば対処法があるのでそれを解説しますがプリセットの項目をクオリティから一つ下のパフォーマンスに変更することで GPU 使用率を減らすことができるので確認してみてください。ちなみにパフォーマンスよりもさらに下に複数のプリセットが用意されていますが実際に検証してみた限りでは思ったよりも GPU 使用率が下がりませんし設定を下げすぎると画質にも影響してくるのでプリセットを変更するならパフォーマンスまでにしておきましょう。これでも GPU 使用率が 70% を超える場合は X264 の時にもやったようにビットレートを下げながら出力スケーリング解像度を段階的に下げていき GPU 使用率が 70% 以下になるように調整していってください。ちなみにマイクのフィルタ設定でノイズ抑制を入れている人もいるかもしれませんが NVIDIA ノイズ除去を選択していると GPU 使用率が大きく上がってしまうので注意が必要です。もしも NVIDIA ノイズ除去を選択していて GPU 使用率が 70% を超えているのであれば他のノイズ抑制設定にしてください。これでも GPU 使用率が 70% を超える場合は完全にお手上げになります。より高性能な PC を購入して再度録画設定をやるようにしてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法やゲーム実況に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。